チェックチェック。マイクチェック。OK ですか？マイクチェック。チェックチェックワン、ツー。こんばんは。こんばんは。音入ってますかね？マイクチェック。ワン、ツー。ワン、ツー。はい、OK みたいですね。はい、こんばんは。踊る夏子です。一人でいる夜にとして、日曜日の夜23時から23時半までここに来て、ちょっとおしゃべりをしております。あ、見てくれてる人いるね。こんばんは。Good evening。はい、じゃあちょっとジングルを踏もうかな。はい、ということで、私はタップダンサー振付家の踊る夏子と言います。今日初めてね、ここから見てくださる方もいるかもしれないので、はじめまして。はい、でこの番組はですね、ちょっとこのコロナで、寂しくてというか、ね、夜飲みに行って誰かとおしゃべりすることもなかなか難しくて、誰かとしゃべりたいなと思って4月の終わりに、始めたものです。ちょっとねバーに行って話を聞いてもらうみたいな感じに、私はここの YouTube に向かっておしゃべりをしています。最近はそうですね、今週あったことや、あと私が読んでいる本でおすすめな本なんかの話をしていますが、ちょっとね今週から今まであったことじゃなくて、これからしたいこととか、私の夢とか実現したいことをねどんどん喋っていくといいかなと思っております。ということでよかったらお付き合いください。はい。ですね、でまずね今日はねちょうどメッセンジャー練習会といってタップダンスの練習会があって、さっきね帰ってきたところです。今日素晴らしかったのはですね、なんかこうみんなが弾けてきたんですが、メッセンジャーと言っているのは普段は福祉施設に通っている、今社会では知的障害があるというふうに言われる若者なんですけれども、まあそれは今の社会からの見方であって、私は同じ仲間としてこれは絶対真似できないと思うようなことがたくさんあるんですね。なのでもう本当に仲間としてうわここすごいなって尊敬しているし、なんだろう、ちょっとね私の方が置いてきぼりに今なってる感じがするんですよ。ですのでメッセンジャーの彼らのこの輝きに負けないようにもう自分が研鑽をなんかこう踏まないとじゃないですね、研鑽を積まないと置いてきぼりになっちゃうなって焦りを感じています。はい、何がすごいかというとね、計算してるように見えないんですけれども、並んでる位置がもうぴっちり綺麗に並んでたり、手の角度とかがある時にみんな本当に一分の隙もなくみんな同じ角度で動いたり、そういうことがあるんですよ。そんなことできます？本当にすごいんですよ。まあそういうことをね、足音でつながろうプロジェクトの方では映像に残して皆さんに見ていただけるような形にしていますので、足音でつながるプロジェクトの方もぜひご覧ください。検索していただくと出てくると思いますし、私の過去の履歴からもリンクが貼ってあると思います。でぜひねチャンネル登録をして応援していただけると本当に力になります。はい。急に宣伝しちゃいましたけれども、今日はそれで練習会に行ってきたところでした。はい。で、ちょっとね、タップダンス踊ります。はい。これね、
ねヒールですけど、こんな風になっています。ね、見たことがねない方もいらっしゃるかもしれないんですが、裏にあのように金具がついていて、この金具で音が出るようになっています。なのでかかととつま先分けて使うことで足音が多くなるんですね。はい、そんな風になっています。で、今日はそのメッセンジャーたちがファーストシューズをね、先月買いに行ったんですよ。で、そのシューズを初めて、持ってきて練習する練習会だったんですよ。なのでやっぱりね、ワクワクも人一倍っていうか、もう何年も練習してきてからやっと買ったんですね、彼らは。だからやっぱり今日のそのなんかワクワクは違いましたね。わ、靴新しいっていうのと、マイシューズだっていうのと、ね、なんか、まあ、喜びにあふれててとても楽しかったです。私も楽しかったです。メッセンジャーのみんながマイシューズを買いに行ったという動画が今一番トップに上がってると思いますので、そちらね、ぜひご覧ください。メッセンジャーのみんなが嬉しそうにしてる様子が見られると思います。はい。まあ、それが今週あったことで、明日から実は私は、あるアートスペースに、レジデンスに入ることになっています。ですので、今週以降の動画は、そのレジデンスの会場からになるかなと思うんですが、今ここは私のお家の稽古場なんですね。とてもね、狭くて、どのくらいのスペースかというと、ちょっと動かしますよ。ほら、もうこれで壁なんですよ。くるで、ピアノがあるでしょ。で、もうこのままくるっといくと、本棚があって、ミシンがあって、で、鏡。ね。これ私が映ってると思うんだけど。映ってないか。鏡ですね。あ、映ってた、映ってた。はい、こうなってます。なので、狭いんです。狭くて、ステッキとか回せないんですよ。よいしょ。ね、これ私のステッキなんですけど、こういうの回すには狭いんです。へー、回したいんですけど、ちょっと狭くて投げたりできないので、そういう練習もね、スタジオインしたらできるなと思っているところです。はい、このステッキちょっと変な形ですよね。ほら、すごい曲がってますでしょ。これ実は自分で作ったんですよ。剪定した庭の木で、庭の枝で硬いものがあって、で、乾かしてそんなに歪まなかった。まあそれでも変な形してますけれども、こうした時にある程度まっすぐ、まあ、今ちょっと適当にやりましたけど、ちょっとねこういうのでいっぱい遊んで作品作ろうと思っています。なんかこういう木を使って何かを作ったりっていうのは、私は全然誰にも習ったことはなくてですね、
ただこう彫刻刀を使ったり、普通に何かこれオイルで磨いたんだっけなとか、ここのところもどうやってやろうかなとか、そういうのはね、適当に考えてやってますものをね作るのは小さな時からとても好きで、切り絵は普通に得意でしたね。切り絵はできました、初めから。あとはやっぱり粘土とか彫刻刀を使って何かをするっていうのはすごく好きで、だからね彫刻をねやりたいなってすごく思ってたんですね。子供心にこの形を作るっていうのはすごく面白い。何にもないところから、例えば粘土だってただの土の塊なんだけど、何か作ってるうちにコップになったり埴輪になったりするじゃないですか。で彫刻もね、あれ小学校の4年生ぐらいだと思うんですけど、白鳥石という柔らかい石を彫刻刀でね彫って人の顔を作るっていうのがやったんですけど、それ今もねまだうちのトイレに飾ってあるんですけど、何もないところから形が生まれるっていうのがね、とても自分にとってミラクルっていうか面白いことだったんですね。で、なんか結構ものを作るっていうのがね好きですね。CH ブログスさん、はい、いつもありがとう。Thank you for watching。ね、で、その美術とかとても興味あったんですけど、美術の道に進むっていう風にはならなかったので、彫刻やってみたいなと思ってたけれども、なんかそんなのは遊びみたいな感じでだったですね。でも今ね、私ダンスをやっていて思うんですけれども、ダンスってこのどんどん消えていくけれども、一瞬一瞬は彫刻みたいなことだなって思うんですよ。この体っていうものもすごく可塑性があって、日々ね、筋肉の状態とかも変わっているし、動きの質なんかも変わってる。体の形も日々変わってるんですけど、やっぱりその自分の意思、こうしたいっていう意思がすごくこう反映される彫刻だなって思うんですね。それが石を彫るとか木を彫るっていうのよりもダイレクトに思ってることとか、なんか感じてることとかを表してる彫刻作品だなってこの体を思うわけですよ。なのでやっぱりダンスがねすごく面白いなっていつも思いますね。これだけ毎日やっててもまだねダンスは面白いなって思うんですよね呆れますよね。でもねこうやってもやってもまだこんなところもあったんだとか、今日のメッセンジャーの練習会でもそうですけれども、意外なところ、うわこの人こんな動きするんだねっていうことに出会ったり、とにかく人の持ってる可能性、その体が表すことのできる表現ってすごく大きいっていうことなんかにこう自分はこう魅力を感じ続けてるんだと思います。うん、そうなんですよ。はい。なんかちょっと、今からねやりたいことすごいたくさんあるんですけど、まず自分のことで言うと、今ね新しいユニットの準備をしていまして、でそのためのね作品作りっていうのをずっとやってるんですね。でそれもやはりダンスってこう生でこう出会う、私は割と生の現場でやってきたんですけれども、それを映像表現とした場合に、特にタップダンスを映像表現とした場合にどういう可能性があるんだろうなっていうことをねやるユニットなんですよ。
Good evening. Thank you. コメントがね、入ったんですけど。はい。で、そのタップダンスっていうものを映像表現にしたときにどういう可能性があるかというユニットの準備を今していまして、で、明日から入るスタジオの、中でもその探求を重ねていこうとしています。そちらもね、直々映像のご案内ができると思います。YouTube でね、公開していくと思うので、どうぞお楽しみに。私が一番ワクワクしてるんですけどね。それはすごく自分がやりたいことで、そういうのをすごく見たいなと思ってることで、それをちゃんと自分がやるかどうかっていうのが楽しみですね。まあどこまでが自分なのかっていうのは本当に分からなくて、あんまりその踊る夏子っていうものっていうのは他の人から見た時にははっきりとあるのかもしれないんですけれども、私の中ではすごくビローっと広がっているような感じなんですよ。この私ってこういうものではなくて、この形のものが踊る夏子ですっていう感じではないので、これ意味わかんないですね。後から翻訳する時にもすごい困りますね。こうビローっと広がっている何かが私なんですね。これわからないわ。伝わらないよね、こんなこと。まあでも皆さんが見る踊る夏子っていうのはこの体の部分だと思いますけれども、その体が踊ることで多分そのビローっとした何かっていうのは伝わるのかなって今思っています。はい。で、それやりたいことの一つですね。で、あとですね、まだやりたいことすごくたくさんありまして、私ね、今住んでるこの家がもう9月には、退去しなければならないですよ。それは初めからそういう契約でここに引っ越してきたので。で、家を今探し始めているんですが、やはりこういう小さなお家で、古い木造のお家私好きなので、自分で綺麗にして住んでいいよっていうところを探してるんですね。で、だけど私と娘と猫たちだけで住むっていう探し方もありだけれども、足音でつながろうプロジェクトの事務所として、使えるもう少し広いお家を借りれたらいいなと思っています。で、なぜかというと、そうすることによって私たちの仲間のメッセンジャーの子たちが泊まりに来たりできる。なんかそういうこういう言い方をするとどうなのかなと思うんだけど、例えば障害のある人の自立を考えようみたいなこともあると思うんですけれども、でそのね、親が亡くなった後どうするのかちゃんと考えようとかあると思うんですけれども、でもね、私やっぱり今このぐらいの年齢になってくると、周りの方や先輩がどんどん病気になったりはーいありがとう。病気になって何らかの障害を負ったり、何かがんになったんだとか、生まれ持った障害がなかったとしても、年を取ることで何らかの障害を負っていくっていうことはあるんですよ。で、その自分の親が亡くなった時に自立しているかどうかとか、そういうことだけではないと思うんですね。で、じゃあ何があればいいのかって言ったら、なんかちょっとした時に頼れる場所、ちょっとした時にね、ごめん、ちょっとうちの子止めさせてもらえないかなっていう場所があるとか、なんかそういうことじゃないかなと思っていて、タップを見せていいよ。ちょっとリクエストが入ったのでタップを踊りますね。
そうなんです。ちょっと今すごい話の途中だったですけれども、どういう施設があるといいとかではなくて、なんかちょっとこの数日だけさ、止めてもらえないかな、うちの子って言って預けられるところがあるっていうのが、実はすごく助かることだと思うんですよ。で、それが子供じゃなくて、おばあちゃんとかでもそうだと思うんですよ。ちょっとね、うちのね、おばあちゃんがね、この日こうなんだけど、私用事があってちょっと止めてもらえないって言える場所があるといいよねっていう感じに思うんですね。はい、何でしょう。Can I see the inside of those stub shoes? 最後にね、at last, I can this 何脱ぐよ。put off, I can put off my shoes. で、まあそれが無責任な中途半端なことかもしれないけれども、そういう縁があるっていうことがなんか大事だなって思っています。で、そういう場所としてケアプラザとか、何らかの施設もね、あると思うんですけど、そうじゃない、このタップサークルみたいな場でもいいんですよね。ってなんか思ってます。なので、少し大きめなお家管理できなくて空いてるお家があって、裏山とかの整理がどうしようかなとかいうことありましたら、私このようにね、木々をちゃんと生かして何かにしたり、草木の管理とか枝打ちとか草刈りとかそういうことできますので、私にお家預けませんか？できれば横浜市内で大船周辺で探しています。はい。という宣伝でした。で、事務所と家と別々だと管理がね、なかなか難しくなるので、そこに住みながらある一角をメッセンジャーたちが使える共有な場所として開放しつつ、そこで地域の人も交流できたりするといいなとか思っています。なんかその人と人が支え合うっていうためには、違う層の人と知り合うってことがまず最初にあるなって思っていて、知り合わないままだと、ちゃんとね、ちゃんと知り合わないままだと、あの人たちはこうだよねっていう何か色眼鏡のままで別の世界の人として見てしまうんですよね。そういうことはたくさん見かけるし、そういう言葉を私がもらうこともあるから、なんかね、そういうのどうにかね、みんな違うし、みんな同じなんだよっていうのをちゃんと分かって楽しく一緒にいるっていうのがね、面白いだろうなって思ってます。もう25分になっちゃったね。ちょっと踊ろうね。なんか何踊ろうかなっていつも思うんだけど、私はこういうのがね、好きなんです。これはね、ウイングという技で、ウイングですよ。羽。ウイング。みたいに足をこう使うんですね。はい、ちょっと初めは捻挫しそうで、初めの頃やるの怖いんですけど、シューっていう音が楽しいんですよ。はい、ウイングでした。はい。やりたいことね、いっぱいあるんだけど、ちょっと今週やりたいことはそんな感じです。Name, I can see name inside the shoes. シューズの名前を見れるかな？靴の中の何かを見たいのかな？ちょっとコメントに答えますね。靴の中が見たいの？はい。こういうこと靴の中はこうだよ。私の靴ですよ。ね。これはカペジオの靴ですよ。はい。
じゃあね、ちょっとここで本の紹介をしようと思います。ですね、今日の本の紹介は、実は今週も全然本が読めなくて、読んでないんですけれども、思い出したことがあったの。あのね、見える？見えないね。ね、もうね、何ですかっていう感じの本が今出てきたと思うんですけど、あのね、looks nice 見れてよかった。あの、私、子供の頃すごく本を読むの好きだったんです。幼稚園の頃から多分、すごく小さい時から絵本を読んでいたし、小学校に入って一番喜んだのが図書室なんですよ。図書室にある本を読んでいいだけじゃなくて、うちに持って帰っていいんですよ。図書室の本を。それね、持って帰ってよくなったのは2年生からだったんですね、小学校の。で、私すごいこれ持って帰っていいんだと思って、借りて返すんですけど、で、図書室に入り浸って、で、その時読んだのがね、なぜかギリシャ神話だったんですよ。振り仮名が振ってあって、その、小学校低学年のためのギリシャ神話なんですけど、だから優しく書いてあるんですけど、それにドハマりしましてね、あの、で、メデューサとか出てくるんですね。髪の毛の一本一本が蛇な神様ですよ。だったり、ゼウスとかね、もうそんなのを2年生で全部読んでいて、で、何が面白いって神様たちがね、結構ダメなんですよ。なんかこう、悪いことっていうか、いたずらとか悪いことをいっぱいするんですよ。ギリシャ神話の中で。で、なんかこう、ゼウスなんて本当に次から次に好きになった女の子に手をつけちゃって、その手をつけちゃってっていう理解だったのかな、小学校の私が。ちょっとわかんないですけど、で、なんかそれに怒った奥さんが、ゼウスに怒らないで、ゼウスと付き合ってた、なんか仲良くなった女の子の方を牛にしちゃったりとか、まあなんかひどい話がいっぱいあるんですけど、でもとにかくファンタジックですね。夢の世界のようだと私は感じて、ものすごく入り浸ってそのギリシャ神話を読んでたんですね。で、そういうことはちょっと全部忘れていたんですけれども、大人になっていろいろな、例えば演劇の脚本とか読むようになって、いろいろな世の中のお話を知るようになった時に、なんかこの話は知っているなと思うようなことが多くて、そうするとそのギリシャ神話だったり、あと聖書ですね。聖書もあのたまたまうちの母親がキリスト教のなんかそういう聖書のお話とか読んでたので、私はキリスト教徒じゃないんですけど、そういうお話として聖書のお話は知ってたんですよ。だったり、で今の現代にある物語やアニメの題材がギリシャ神話だったり旧約聖書だったりすることがとても多いんですよ。で、改めて大人になってこういうのをね読んでみて、私子供の頃読んでたのは神話だけだったので、その他のお話ってどんなだったのかなって読んでみたりしてたんで、この本がいっぱいあるんですけど、で不思議なことに古事記は古事記日本書紀、その辺は日本の古い神様のお話なんですが、まあとってもねギリシャ神話とかと似てるなって思って、違うみたいだけど一緒だなって思ってて、なのでそういう神々の話っていうのはいろいろ宗教として今分かれちゃって戦争の元になったりしているけれども、大昔大昔一つだったんだろうなって思ってるんですよ。うん、はい。
それだけなんですけど、だからなんかこうなんですかね、今私のチャンネル見てくださってる方、すごくいろいろな国の方がいらっしゃるんですけど、でまあ間違っても宗教でね戦争しないでほしいなって思ってるんですね。もともと一つだったですよ。もう古事記もギリシャ神話もね、ギリシャ悲劇もね、なんかこう、まあこういうのね、いろいろな、なんかこの地球の始まりっていうか人類の文化の始まり、はね、多分一つです。世界は一つ。そこからいろいろな感覚で分かれていったことは豊かさとしてね、使ったらいいけど、争いのもとにするなんてバカバカしいじゃないですかっていつも思っています。ということでね、時間なので今日はここで終わりにします。ね、これからもみんなの楽しい、世界を一緒に作れたらいいなって思っています。はい。ということでね、じゃあね、足でバイバイしようね。バイバイ。はい。ということで皆さんも1週間楽しくお過ごしください。それではまたねThank you. Good night.